私たちが見上げる夜空、そこに広がる宇宙には果たして終わりがあるのでしょうか。それとも永遠に広がり続けているのでしょうか。どんなに科学が進んでも宇宙のすべてを見渡すことはできません。私たちが観測できる範囲、それを観測可能な宇宙と呼びます。この範囲は光が地球に届くことができた領域。宇宙が約138億年前に誕生して以来、その間に届いた光だけが私たちの望遠鏡に映っているのです。けれどもこれは世界のすべてではありません。光が届かないだけでその先にも宇宙は続いている。まるで夜の水平線の向こうに見えない海が広がっているように。ではその水平線、つまり宇宙の地平線の向こうには何があるのでしょう。ここから話は少し時空の構造に踏み込みます。宇宙とは空間と時間が一体化した時空という織物のようなもの。この時空はビッグバンの瞬間から膨張を続けています。そして不思議なことにこの膨張は今も加速している。そのため遠く離れた銀河の中にはもはや私たちに光を届けることができないほどの速度で遠ざかっているものもあります。それは光より速く動いているのではなく、空間そのものが伸びているから、この瞬間にも宇宙のどこかでは新しい地平線が生まれています。私たちが見られる世界の外側は加速膨張によって今この瞬間も静かに私たちの手の届かない彼方へと押しやられているのです。しかしそれを宇宙の果てと呼べるのでしょうか。多くの人が果てという言葉から想像するのは空間の端、つまり壁や外側の存在です。けれど現代の宇宙論によれば宇宙にはそんな壁はありません。空間が閉じているとすれば、例えば地球の表面のようにどこまでも進めばやがて元の場所へと戻ってくる。見かけ上は無限に続くけれど実際には有限で閉じた世界です。一方空間が開いている場合、宇宙は本当にどこまでも続いている無限の構造を持つかもしれません。今の観測では宇宙の形はほぼ平坦だと考えられています。つまり閉じてもいない完全な無限でもない限りなく広がり続ける空間。この平坦な宇宙という概念は限界というよりも終わりを持たない構造といった方が近いのかもしれません。さらに視点を変えるともう一つの限界が見えてきます。それは時間としての限界です。私たちが宇宙の過去を見られるのは光が放たれ始めた瞬間、ビッグバンから約38万年後に宇宙が透明になったその時点まで。それ以前宇宙は高温の霧のような状態で、光は散乱を繰り返し外へ出ることができませんでした。この壁を光の壁と呼びます。では光の壁のさらに前、ビッグバン直後の宇宙はどんな姿をしていたのでしょうか。そこを探るために科学者たちは光ではなく重力波を使おうとしています。もし初期宇宙の重力波が検出できれば、光の届かない世界の記憶を間接的に読み取れるかもしれません。それでもなお私たちの探求は時空そのものの限界に突き当たります。空間がどれだけ広がっても、時間がどれだけ流れても、その先や外を問うことは今の物理法則では定義できません。なぜなら外側や始まる前といった概念は時空が生まれた瞬間にしか存在しないからです。宇宙の外を問うことは北極より北へ行くにはどうすればいいかと同じ問い。言葉としては成り立っても物理的には意味を持たない。つまり宇宙の限界とは物理法則が定義できる範囲そのものの限界なのです。けれど人間はその限界の先を想像せずにはいられません。宇宙の外に別の宇宙が泡のように無数に広がっている。あるいは私たちの宇宙自体がもっと大きな時空の内側に浮かぶ一つの存在かもしれない。インフレーション理論やマルチバース仮説はその外側を想像しようとする試みです。まだ証明はできません。けれどそこに問いを立てることこそが科学の力。このチャンネルでは常識を覆す宇宙の話を毎週お届けしています。もし今日の話が面白いと感じたらチャンネル登録で次の宇宙の旅もご一緒に。